もし薬の開発にかかる時間とかものすごいコストをもう劇的に減らせちゃう、そんな魔法の杖があるよって言われたらどうします？今日はですね、まさにそんな可能性を秘めた AI ツール、そのすごい世界にご案内しますよ。未来の医療、ちょっと覗いてみませんか？さあ、行きましょう。新薬を一つ世の中に送り出すのって、平均で10年以上、コストで言うと数百億年って言われてるんですよね。で、それだけの時間とお金をかけてもですよ、なんと9割以上が途中で失敗しちゃうんです。いやー、一体なんで薬を作るのってこんなに難しいんでしょうか？その答えは実はシンプルなんですけど、でもすっごく奥が深い問題なんですよ。つまり、薬の候補になる化合物が僕たちの体っていうこのめちゃくちゃ複雑な環境の中で一体どんな旅をするのか、そこにかかっているんです。はい、というわけで最初のセクションです。創薬のハードル。具体的にはアドメット問題について見ていきましょう。ここでね、創薬の世界ではもう絶対に避けて通れない大きな壁っていうのが出てくるんですね。それがこのアドメット。これ何かっていうと、薬の候補が体の中でどうなるかを決める大事な5つの要素の頭文字なんですよ。吸収、分布、代謝、排泄、そして毒性。この5つです。つまりこの ADMT っていうのは、薬が体に入ってから全身をめぐって形を変えたりして、最後は体の外に出ていくまでの、全ストーリーみたいなもんなんですね。で、その途中で体に悪い影響を与えないかっていう安全性まで含まれてるんです。壮大な物語ですよね。もしですよ、この物語の結末を開発のすごく早い段階で予測できちゃったら、どうです？成功率はそりゃもう劇的に上がりますよね。まさにここが薬作りの成功を分ける一番大事なポイントなんです。はい、セクション2です。PKCSM、スマートな解決策。この巨大な ADMT の壁を打ち破るために、ここで主役が登場します。それが今回のテーマである PKCSM。この AI ツールは今までの常識を覆すようなものすごくスマートな解決策を教えてくれるんですよ。じゃあこの PKCSM って一体何者なんだって話ですよね。一言で言うと、これメルボルン大学の研究者たちが開発した誰でもしかも無料で使えるウェブツールなんです。いわば未来予測ツールですね。膨大なデータを学習した AI がたった一つの化学物質のデータを入れるだけで、そいつが体の中でどう振る舞うのかをびっくりするくらいの精度で当ててくれるんです。で、このツールのすごいところ、その心臓部とも言えるのがグラフベースシグネチャーっていう独自の技術なんです。これ何が面白いかって、分子をただの原子の粒の集まりじゃなくて、原子同士がどうつながってるかっていうそのネットワーク構造、つまりグラフとして見るんですね。そしてそのつながり方のパターンから、まるで名探偵が指紋を読み取るみたいに、その分子だけのユニークな構造の指紋を読み解くんです。この指紋さえ分かれば、その分子がどういう運命をたどるのかが分かっちゃうってわけです。はい、3つ目のセクション、予測エンジンの内部。じゃあこの魔法みたいな予測を可能にしている PKCSM のエンジンの中身って一体どうなってるんでしょうか？ちょっとその秘密を覗いてみましょう。この数字見てください。28。これが PKSM のパワーの源なんです。そう、このツールの中にはですね、それぞれが違う役割を持った28個もの専門の予測モデルがぎっしり詰まってるんですよ。そしてこの28個のモデルたちがチームを組んで働くことで、さっき話したアドメットの5つの領域、つまり吸収、分布、代謝、排泄、毒性、この全部をもう完璧にカバーしてくれるんです。例えば薬が腸からどれくらい吸収されるのとか、脳まで届くのとか、あとは肝臓でどう分解されるかとか。で、一番大事なのが心臓とか肝臓に毒がないかっていう安全性ですよね。これら全部をたった1回の分析で、しかも一瞬で教えてくれる。まさに薬の候補の総合健康診断みたいなもんですね。さて、セクション4、PKCSM の実践です。これだけ高機能だと、いやいや使うのめっちゃ難しいんじゃないのって思いますよね。でも安心してください。このツールの本当にすごいのは、その手軽さにもあるんです。使い方はもう信じられないくらいシンプル。
まずウェブサイトに行きますよね。で、SMIs っていう、分子の構造を一行のテキストで書いた設計図みたいなものがあるんですけど、それをただコピーしてペーストするだけ。本当に検索エンジンにキーワードを入れるのとほぼ同じ感覚です。たったこれだけでさっき見たような専門的な予測結果が一瞬で手に入っちゃうんです。これすごくないですか？もう専門家だけのものじゃないんですよ。はい。では、セクション5。競合ツールとの比較。もちろん、この ADMT 予測の世界には他にもツールがあるわけです。じゃあ、PKCSM って他のツールと比べてどうなのっていうところを見ていくと、このツールの本当の価値がもっとはっきり見えてきますよ。例えばですね、この分野で非常によく使われている SwissAtMe っていうツールがあります。これは薬の候補が脳とか腸に届きやすいかどうかをボイルドエッグモデルっていう、卵みたいな面白い図でパッと目でわかるようにしてくれるのが得意なんです。一方で僕たちの PKCSM は SwissAtMe がカバーしてない、例えば遺伝子を傷つける可能性、エイムズ毒性とか、心臓にやばい副作用を起こすリスク、HERG 阻害とか、そういう安全性に関わるめちゃくちゃ重要な特性の予測がすごく得意なんです。だから、どっちが良い悪いとかじゃなくて、お互いに得意なことが違う、頼れるパートナーみたいな関係なんですよ。なので、実際の研究の現場では、賢い研究者たちはこれらのツールをうまく使い分けてるんですね。どんな感じかっていうと、まず PKCSM と SwissADME でざっくりと広くスクリーニングして良さそうな候補を見つけ出す。で、その中からさらに有望なやつだけを今度は ADMT ラブ 3.0 みたいなもっと詳しいツールで深く調べていくみたいな感じです。そう、ライバルじゃなくてお互いを補完し合う最強のチームなんですよね。さて、いよいよ最後のセクションです。なぜこのツールが重要なのか。ここまで PKCSM のすごい機能を見てきましたけど、じゃあこのツールが僕たちの未来とか医療全体にとって一体どんな意味を持つのかっていう話をしたいと思います。PKCSM の価値はもうこの4つのポイントに尽きると思います。まずはアクセス性。誰でも無料で使えるってことですよね。次に包括性。ADMT の全領域をカバーしてくれます。そして強力。特に他にはない毒性の予測が強い。で、最後に迅速さ。複雑な分析がほんの数秒で終わっちゃう。この全部が合わさって、このツールが革命的だって言えるわけです。そうなんです。無料、包括的、そして瞬時に。PKCSM はこれまでごく一部の専門家とか大きな製薬会社しか持てなかった未来を予測する力を世界中のやる気のある研究者みんなの手に届けてくれたんです。これってただの便利なツールって話じゃないんですよ。まさに創薬の民主化、革命なんです。最後にちょっと想像してみてください。次に世界を変えるような画期的な新薬ってもしかしたらもう巨大な実験室から生まれるんじゃないのかもしれない。世界中のどこか誰かのパソコンからたった1回のコピー&ペーストでその第一歩が踏み出される。そんな未来がもうすぐそこまで来てるのかもしれないですね。テクノロジーが切り開く科学の未来って本当に可能性が無限大で、いやーワクワクしませんか？